来週の計算も楽しみですね。来週はイニシャル O がボディまで作って待ち構えてるらしいんで、落ち着いたと思いますよ。これなんて言うんですっけ、これこれこれ何に使うのかな。ハトメじゃないですかね。でこれをしていきますので、 3.8 か4ぐらいですね。あ、そうか、入れてなかった。急げ急げ急げ。人がもあれですよ。すごいもあれですかね。あ、フロントはこれは見違えるほど変わってますよ。やっぱここですね。パタンパタンパタン、右から左から右に切るところ、吉田さんいつもですね、ちょっとこれ聞きたかったんです。これっていつもどのようにして外してますか？一番外しやすい崩し方。ここをつまんでピッて。ありがとうございます。なんか、そういう、本当だ。一番勉強だった今日一番。ちょっと動画で教えてください。これやばいです。これ今まで自分はですね、小金しちゃったんですよ。これこれみんな俺だけこんなことしちゃったの？一番恥ずかしい。そんなことないですよ。なんかですね、自分これなんですか、これは外す。リング。いや、いいリングですね。はい、いいリング。いいリングの次に、いつも全然外しきらなくて、なんかここは爪で片方押さえて、こうやってとかしょったりですね、なんかここをと押しとったんでピュンと飛んでいってもう何回もこう創作したんですけど、今だからダンパーピストンを止めてるイーリングあるじゃないですか。あれとかは横から挟めないから挟めない。そう取るしかないですよね。そうだったっすっけ。ここのここが届かない。そうつかめないから。だけでそうしとったのか。これ今でも教えてもらったらそうですね。ここをつまんで引っ張れば、めっちゃ簡単に、ちょっとあれですけど、あらら簡単でした。今からちょっとやっていきます。このバネがなくならないように。バネなくさんでください。まだ補修パーツ準備してないんで、なくなったらやばい。そこはですね、3つのスプリングなんかとかを僕は試作の時にはいろいろ強さとかを試すのに使ってました。なるほどなるほど。いろんななんか3種類ぐらい入ってるのが1セットになってたりするので、色が違うやつですよね。そう巻きが多い黄色とかオレンジの。そうこれをほがしていくということですかね。少しほがさんと。こっちですね。そっちですね。ここ入るんですか、そのまま。入るかな。入らんかったら穴をちょっと広げんといかん。微妙に入らんかもしれないですけど、ちょっと入らんかもしれないです。あんまドリルでよくないですね。削れていくんでどんどん広がるじゃないですか。でも結構広がってたらそのままスポッと入るんですけど、もともとの設定の穴の広さだと 3.5 ミリぐらいかな、パイ数が。そうですね。これ逆だ。これ逆にするときはこっちだ。入ります？入ります。入ります。これは入れればいいけんです。これ4つするっていうことですかね。そうです。ならでも反対からしたらいいな。これの説明をしてくださいよ。これなんて言うんですっけ。これこれ何に使うのかな。ハトメじゃないですかね。ハトメ多分内径3ミリっていうのがあって、自分が買ったのはたまたまこういうポンチみたいなものがセットになってる。これをすることで、まず耐久性が良くなるのと、多分ですけど、鉄と鉄なんで、スムーズになっていくと思うんですよね。
あら、はい。はい、裏側を広げるんですよ。あ、この裏か側。らポンチで広げて、ああ、なに一回通した後広げなわけですね。そう、これでですね。これで。ここは広げるような形になってます。だから1個、これを。ちょっと待ってください。こっちにこうするってことですかね。反対かな、反対じゃないですかね。そうしてグッと押すということですかね。これそういうコンコンって叩く。こっちからはい、どうしようかな。なんかまあちょっとハンマー持ってきましょうか。いやちょっと広がるでしょ。いや反対でした。すみません。反対でしたね。こっちでした。こっちにして叩くと、おおやばいな、不器用なのが。ここが叩くと入っていったと思います。あ、広がったと思いますね、多分。だからそっち側を広げることでこれが入るわけですね。両側から止める感じに、もうちょっとだから叩かんといかんですね。あ、やばい。おお。だからこっち側とこっち側から広がって下も叩いて内側からこう広げることで取れんくなる。取れんくなるっていう。なるほど。だったら入れるときはこっちから入れた方がいいですよね。叩く。あ、そう関係ないか。まあまあ。もうちょっと叩く。本当ならこれもフロントの足回り全部一回外してちゃんと叩いいた方がいいですよね。なるほど。あ、だからやっぱトラなんですね。もうちょっと強く叩かんといかんのですね。多分手に持ってるぐらいじゃ潰れました。あ、すみました。あ、股に。すみません。見てください。いきますよ。今ので広がりましたね。これ広がってます。上側がですね。はい。これでしっかり潰していくというところですね。そうで広げていって、要はその板に固定する。はい、さっきじゃなくてもうスムーズですね。先っぽもちろん狭くなってたんですけど、これでだから今多分もう入らないんですよね。これにはもう多分広がったんでこれには入らないんで、まだ入るんじゃないですか。さっきギリギリだったんで入らない。ああ本当だ。はい。ちょっとやっていこうと思います。これ外してやっていこうと思います。そしたら外した方がいいかな。それかちょっとでも広がれば多分取れんくはなると思うんですけど、でもこれを小眼性なくなるんで取らんと無理ですね。だから外さんと無理ですね。うわ、長くなってますね。やっぱり円がこうはまってるんですけど、後ろの方の円がやっぱ横に長くなってますね。はい。でこれまだ買ってそんなに経ってないんですよ。走行時間も多分外の走行時間的には2時間ぐらいじゃないですか。外用じゃないんで。あ、そっか、違う。耐久テスト。外でするとそうなりますよ。はい、こうなるというと、で今からこれもやっていきます。はい、ここと1、2、3、4、5、6箇所ですね。今からいきますので、なんかちょっとお付き合いください。これガタが出てきてから締めるっていう感じでもいいんですかね。結構もう今ここに入れるのに、もう硬いんでこうペンチを使うレベルなんですよね。でもちろんこうしとったら最後限界が来るじゃないですか。ここについたらですね。だからピンがスムーズに入るぐらい広がってればいいんですけど、先がですね。そうだそうか。そうでしょう。だけんそうだ。いやそこ重要だ。そうか。ダメだ。ちょっとこれもう
そっかそっか、ならちょっと多めに開ければいいの。ちょっとこれ2個無駄にしたんですけど。3.4、あ、いやいや、全然いいです。いいですか、ちょっと。 3.4 だからもうちょっと、いや今ですね、やってみたらですね、一箇所こっちやったらうまくいっちゃって、これでちょっとこんぐらいで 3.5 ぐらいのそうですね、ドリルだったらちょうどよかったんでしょうね。これだったらちょうどすんなり入ったですね。あ、こっちはなんとか、よし OKOK、あと3箇所。大丈夫だ、こっちは入りました。無駄にせんように。これなんで使うんでしょうね。裁縫、あ、入った裁縫。裁縫かな、なんだろうな。これホームセンターにあるんですって、確か。裁縫屋さんどこですか。で買ったかな、多分、ホームセンターにあると思うんですけどね。自分はあれです、モノタロウで買ったような気がします。これなんて、なんですかね、これ。ハトメ、ハトメ。来ました。ゲーム。あとこれもちょっとこっちこっち。お、ちょっと振動で。難しい。まだ全然のようですね。ちょっともうちょっと思いっきり開けてみようと思いますね。ちょっとずつですけど。これだと広がりすぎる。あ、本当ですか。ああ、広がりすぎ、広がりすぎ。はい。こう微妙な、あと数ミリというところっていうのが怖いところですね。さあどうでしょうか。わあ、もうちょっとだな。もう結構思いっきりいって。こっちはもっと思い切っていいけど、こっちが少しですね。こっち思い切って。多分これでいいんじゃないですかね。思い切っていったんで。もうそこ以外はいけたんです。もう行きました。もう多分終わります、これで。そっかそっか、それ下と上で厚みが違うからですね。あ、こっちですか。上が厚いんですかね。上が、いや、薄いと思います。薄い。アッパーアームの方が薄い。いけそう。もうこれは。これでこの鉄の部分を変につまむと曲がってしまうんで、でも順調に終わりそうです。もうあと1箇所。外で2時間走るだけで、今はドリルやっと開けた分ぐらい空いてたんで、結構ね、やっぱここに真ん中に負担が来てるんだなっていうのは分かりました。もし手を入れるならやっぱ手も削れちゃうんだろうな。やっぱりハトメ何百円なんで。よし。で、なんかこれもあるんですよね。これは関係ないのかな。どっちがいいのかな。こっちがなんか良さそう。こっちの叩いてもなんかこっちの方が壊れにくそうな。あ、これをこの辺で叩けば。あ、そこか。そこがいいですね。あ、すみません。ありがとうございます。ポンポンポンと映ってる。
どうなったか。お、いい感じですね。いい感じです。今叩いた方はこれですね。叩く前がこれ。内側からだからちょっと広げる感じですね。はい。ちょっとあと5つちゃっちゃとやっていこうと思います。職人さんみたいでしょ。大工さんになりたかったんですよね。大工さんになりたかったんですけど、で建築家まで行ったんですけど、やっぱ高いとこ怖かったです。高いとここれだけは克服できなかったです。致命的ですね。致命的でした。そこかと思ったんで。でも何でも怖がるぐらいがちょうどいいんだ。あ、もっと上げとけな。いいか。上に負荷をかけながらせんといかんな、これ。そうすると大丈夫ですね。それちゃんとシャフト通りますネジとか。通る。さっき試したんで通るはずですね。スルスルですね。ここはスルスルじゃないな。ここがなんでだろう。でもここはスルスル並んでも大丈夫なんで、横がスルスルになっておけば大丈夫なんで、多分大丈夫です。でこうつくということですね。ネジ入ります？まあ入ります入ります。ここは全然渋いなら渋くていいと思うんで、大丈夫ですね。もうこれでかなりがっちりおおがっちりなっております。こうですね。多分ちょっと負荷をかけながら潰してやらなかったかなってはあるんですけど、まあでもここはこれでも、もう十分効果は出るかなと。そのハトメ自体が柔らかいんで、はいはい、形馴染むと思うんですよ、ね。ああ、なるほど。動いてる間にですね。ああ。で次はこっちも同じようにちょっとサーボがついてるんで。リズムよく叩いてください。リズムよく。はい。何ですかね。いいですね、いいですね。そう。こんな感じかな。ほんとちょっとずつしか叩いてないです。大丈夫です。最後に1個。トンカチすごいですね。本当力使わんでも。両側から広がって挟まれてるような感じになるってことですね。だからもう簡単には取れませんね。これも一応確認ですね。通るかどうか。OK です。ということでちょっと組んでいきます。こう取る。下から通したらいいですね。それをちょっとやってもらいたいのが、オーリング入れます。いえいえ、今大丈夫ですよ。オーリング、これはそっちか。これをこのこう入れて、上からもするってことですかね。入れた方がいいんじゃないかなと思うんですね。これして、これが変わるかどうかはわからないけど、自分は入れてます。いや、今の俺のスキルで分かるかどうかっていうところですよね。やっぱシャフトがその分スムーズに動くようになるので、はいはい、そうですね。上に行ったり下に行ったりするじゃないですか。はい。あら、なんかでも今めっちゃ渋くなっちゃってますね。あれ、なんでだ。ちょっと広げないかんかもしれないですね。じゃあ、キャスターがついてる分で斜めに入るので、だからちょっとグリグリグリって広げてあげた方がいいかもしれない。前にですね。うわ。まっすぐだとスルスル通っても、なるほど。シャフト自体斜めに入っちゃうので。
おお、なんかやっぱ引っかかるところはなんかちょっとある気がするんですよね。どうしましょうかね。もうちょっとしっかり叩いた方がいいんじゃないかな。しっかり叩いた方がいいのか。しっかり叩いてそれを薄くしないとリポでこの筒の部分が長ければ長いほど斜めになった時に邪魔になるので。なるほど。すいません、ちょっとタイムロスしてしまいました。こちらが上がってきよったんでしっかりこれが割れるぐらい叩いたやつ、いい感じですかね。まあでもこれぐらいであまり叩くと FRP が割れるかもしれないですね。OK。これと一回指叩きましたよ。はい、子供のところはいっぱい叩きよったですだけど結構うまいですよ、意外と金槌の使い方がつってか上手でしょ。ノーコメントで。ノーコメントですかね、はい、ちょっとどうなるのかな。これだったら一回はめてみていいですか。ですね。ちょっと難しいところもあるなと。さっきよりは全然でも引っかかるというか、あとこれの位置で変わるかもしれないですね。そうですね。こうですね。これがもちろん縮むと角が、角度が急になると思うんですよ。だから多分開けば落ちる。だからこんな、そこまで。そうですね、車体も軽いから、ある程度その振動で動くぐらいの余裕があればいいかなっていうぐらいですね。これは反対。そこのシャフトが動く前にまずそのナックルの方が動いてバネが動くので、ある程度スムーズにこっちはちょっときついな、動くようにこれ縮めて、ここでグッとして角度をつけて、ここの先が4ミリなんで4ミリで焦がしてかしめて、これは入れ替えたらいいってことですよね。そうですね。これは今4ミリで開けてみて、そこにかしめを1箇所でいいんじゃないですか。とりあえず通り方をどんな感じでその止めがつくかを、4ミリですね。4ミリで焦がして、だいぶ余裕が出ますね。で4ミリだとちょっと広すぎるかな。いやでもそうするとでもいいと思うんですけど、左右のなんですか広がり方、これでいわゆるこのバッてした時にちょっとこっちで行くのか、内側で行くのかで幅が変わってくる。ここだけですね。こうすると余裕ありますね。なんか動く気がしますね。かしめのところも動きます。一緒に結構斜めになります。いや分かんないですけど、ここの穴が広いんで、グッとした時にまだ穴の中に余裕があれば、それに馴染んにいくと思うんですけど、でもこっちはもうついてると思うんですよね。穴のあれにしっかり
やっぱ4ミリでした方がいいんじゃないですか。4ミリぐらいいいかもしれないですね。うん。でもこれ取れないですよね、もう。取れますよ。鳩目柔らかいからニッパーで切れるんじゃないですか。これで潰す感じでいくかですね。あとこれで、これこれ柔らかいですよね。柔らかいです。すいません、時間ロスしてマジで。でもこれやってみなんとわからんですね。そうですね。それをもう全国の3000人の方のために餌食になって。俺が餌食になって取れた。ここに入れてこう。これ取れた。お待ちください。待っとってください。まあその言ってもコンマ何ミリとかでしょ、左右のズレとか。そうですそうです。もうそれ以外のところでそれ以上のガタがあるから、そのくらいあってもいいと思います。いや全然、走りのガタが。そこまで精度を求めるんだったら違うのを買ってください。すいません、はい、いやいやでも86はやっぱこだわりたくなるんですか。はいこだわりたくなるんですか。簡単になりますね。うらうらうら。やっぱ隊長に頼むとまとめだけは上手だねみたいなですね。走りはちょっとあれだけど。おいおいおい大きな声出すぞ。おいおいまとめの隊長。おい恥ずかしい。何やそれ。おいバネがもういろんなやらないでくれ。いやこんな時間かかると思わんかったけどですね。やっぱ意外と真ん中とかいいんでしょうね。真ん中で食べないです全然。それも上下はいいんじゃないですか。下もギチギチなんですか。下もですね、コバまず緩めんと、こいつが邪魔してこれをまずこう、だけどその分今かしめたわけですよね。はいはいそうですそうです。下ってそういうことですね。いやでもすいません、そうだった、もうやっちゃったんでもうやってみよう。もう叩きすぎた。結構ぎゅうぎゅうで入ってたんですね。そうなんですよ。やばい、今穴が大きくなるこの俺のせいでもうすでにどうせ広げるから大丈夫です。どうせ広げるけどですね。なんなら4ミリでビンってすれば取らなくてもそのまま一緒に削れるんじゃないですか。ドリルで。そうだった。でもどうしました。取ります。映ってないです。先生顔は映ってないです。綺麗な持ち肌みたいな手しか映ってないです。でもなんか私意外と写真で見たら、俺の手綺麗だなと思ってます。どうでもいいです。いやそれめっちゃ思ったんですよ。俺結構自分の手体がなんか綺麗ですよ。なんか意外と綺麗だったです。何よりも心が綺麗。心が綺麗ですか。何よりもですね。何よりも。でも宮本さん言ってましたよ、ワンダー先生は。やっぱ心が綺麗じゃないと俺の笑いはできんて。一回言ってたと思います。だけどやっぱあそこにはやっぱまだ私はたどり着いてないんだろうな。そうですね。心の底から笑いたいと思わんと笑わんらしいですね、宮本さんは。そうなんですか。らしいですね。まあ最初はあれですよね。なんか愛想笑い上手ですよね。私ですか。愛想笑いでも愛想笑い上手です。もっと大きくなりたさなら危ない危ない。おっ OK。 4ミリですね。4ミリで開けて。ちょっと待ってください。毎回あって言うんですか。怖い。面白いな。面白いでしょ。最高。さあ行きましょう。最高。こっち来て。
4ミリのドリルを皆さん用意してもらうとスムーズにいくかもしれないですね。3.8 ぐらいでもいいかもしれないですね。さっきは 3.6 だ。 3.4 を4でギチギチだったから、それで一生懸命開いて、それでもきつい感じだったですよね。だからでこれをしていきますので、 3.8 か4ぐらいですね。あ、そうか、入れてなかった。やばい、急げ急げ急げ。急がば回れですよ。すごい回れですかね。急がば回れっていう言葉は日本だけじゃないらしいですね。海外にもあるらしいですよ。急がば回れですか。うん、同じような意味の言葉がことわざというのはあるんですかね。あるんじゃないですか。ボーイズビーアンビシャスとか。なんですかそれ。全然。Be ambitious 知ってますか。知ってます。世代ですか。知ってるけど、ちょっとこっちはあ、緊張する。なんかマジでもう会長らしくないですね。緊張するなら。緊張しますよ。そうですよね。2回目だからこれで失敗しちゃ大変ですから、ね。もうこれで穴開けすぎたーって言ったら終わりっす。もうあとないマジ。まあ諦めましょう。いや、移動、はい、諦めましょう。大丈夫なはずです。きっと。ちょっとこれはね、結局中の FRP 自体が邪魔してそう広がらなかったということですね。はい、だからそこを広げてあげたからちょっと余裕ができてる。おお、ハンマーがひついてからあーってやってんです。何やってんすか。楽しくやってるんですよ。楽しくやってるんです。 OK。 急ぎ急ぎ。ああ、これでもこれ、すいません。これでもあれですよ。すいません。永遠にメンテナンスフリーですよ。私の大好物のやつですね。絶対メンテナンス大嫌いな男だけですね。いつかは私メカニックばつけようと思ってですね。そうですね。メンテナンスしてくれる人。計算に行ったら専属メカニックがおるから。イニシャル O が。イニシャル O。専属メカニックの。メカニック。私のグリップ走行車両も作ってもらうからですね。金はいくらでももう糸目はつけないっていうですね。でもちょっとはめていっていいですかね。ちょっともう大丈夫でしょ。もう大丈夫と思います。もうあれより悪くなることはないと思うんで。もう覚えましたね、だいぶ。最初何やこの組み方はと思ったけど、なんか1ミリずつ出る感じだったかな。まあでも後ろが2ミリぐらい出る感じ。上は1ミリだったですね、こっちが1ミリもうちょっと。ああ、そっかちょっと締めたんでしたね。やっぱいい感じですよ。うわっ、いい感じだ。ちょっとまた今の顔もう一回ください。どうですか。タイミング悪い。恥ずかしい恥ずかしい。そう言われると恥ずかしい。恥ずかしい恥ずかしい。よし、行こう。マジで走ろう早く走らんといいか。サクサクいきましょう。サクサク。締めすぎるといけないから。クッ全然さっきよりはもう入りが違う。でもそのそこはあまりにも広がったり縮まったりすると引っかかりますけどね。同じぐらいのところで。全然余裕ある。全然余裕ある。やっぱり中が全然余裕ある。多分これ通ったっす。多分これで多分全然。ほらもう分かったでしょ今。落ちてくほら。4ミリで良さそうです。いいっす。どうですか。全然いいっす。もう落ちてきます。もう落ちてくるっすこれ。もうさっきもう簡単です。もうこれで余裕ですね。4ミリで開ける。4ミリちょうどいいですね。ちょうどいいってことですね。3ミリ内径3ミリのハトメ。全然良かったです。いいリングなくしたかと思った。マジなくすと大変です。
で一応上と下にもオーリングを入れて、おあーくそあーくそ老眼ですか？はい老眼ですか？いやなんですかね焦りすぎですよ。先生ですあもうダメだどうしようか焦りすぎですよ。な早くしないと落ち着いて。やばいやばいこいつが大丈夫はいしまった。金属同士だからそこちょっとグリス塗ってやった方がここですかねいいかもしれないですね。ああ今日します帰ったら、ちゃんとしますそしたらもうメンテナンスフリーです。メンテナンス憧れのメンテナンスフリ大ーです。好きマジまあ形あるものいつか壊れるという言葉を、はい私は親から5歳ぐらいの時聞いてですね、その時に遊んでたなんすかその時持っとったおもちゃがあるんですよ、ベイブレードって私結構いっぱい持っとったんですよ。昔のやつですね。はいはい。今はなんか鉄でできたりするんですけど、はい昔の多分私世代多分うわーっていうやつ多いですよ多分。あれいっぱい持っとったんですけど、一瞬ですねおもちゃなんか嫌いになったんですけどね。壊れて。壊れるってなくなるんかっていう。ああ、それを聞いてですね。なんか聞いてください。あ全然いいですね見てくださいこの感じ。ピョンこうちょっとこう入れるですね。一応上と下にオーリングを入れました。入れたってことですね。でこのガタも少ないもうさっきと全然違うここが、全然違うこうガンとこれが走りにどう。ああ言い訳できなくなったまたまさか分からん。じゃあ今日は、マスダンパーをつけてみたと、ここに、何ですかハトメでこの視点を強化したと。そうですね。目指せメンテナンスフリーということで。目指せメンテナンスフリーです、はい、でもまあ屋外を走る人は特にこれやっとった方がいいと思います屋内専用って言ってんじゃないですかどうしても耐荷手術を外で履きたいわけです気持ち悪いですねなんかきしょいやつだ。そうですね。屋外シューズはどこで履くんですか？はい、屋外シューズはどこで履くんですか？屋外履くんですけど、なんか体育館シューズを外で履くことが、はい、その癖、そういうのがなんか好きなんですよ。だから行ってみましょう。はい。これもこっち。あ、フロントはこれは見違えるほど変わってますよ。やっぱ。おおここですね。パタンパン右から左から右に切るところ、がこの前から時差言ってるんですけど、これ時差が少ないというか、この自分の手の、まあ多分そうなるんでしょうけどね。あ、いいかっちり感がすごい。いい、ちょっと走っていいですか？いいですね。多分フロントを固めたことで乗り心地が良くなったりもするのかなという。お、跳ねない。なんで？全然跳ねない、フロントが。もう屋外シューズになったんじゃないですか？はい、屋外シューズになったんじゃないですか？屋外シューズになったですね。屋外シューズっていういやなんだろう、なんでフロントが跳ねないんだろう。屋外シューズになったのかな。底圧かかとがなんかアルファゲルが入ってるさ、アルファゲル。今ちょっと思いっきり振っちゃったんですけど、なんだろう、オーリングのせいなのかな。オーリングもあるでしょうね。大きな突き上げの時のそ
衝撃はちょっとオーリング上と下に入れたからっていうのはあるかもしれないですね。まあ、これであそこの後ろのダンパー、はいはい。1個ついてるダンパーをちゃんとオイルを入れてあげると、はあはあ。繋がってますからね、前と後ろが、ね。そう。あ、羽、あ、つながって。内側に入っていこう、こっちに入っていこう。なんかいいんじゃないでしょうか。今のはちょっと引っかかったやつ。お、しっとりしっとり。スムーズに動いてるしですね、はちゃんと。い。しっとりしてる。重量もそんなに増えてないですよね。マスダンパーの重りそう2つ分ぐらいしか増えてないですよね。そうなんですよ。あとで失敗もするんですけど、でもなんかしっとりですね。もうちょっとインプレを、もうちょっとインプレを。はい、そろそろ感じてきたところがあれば。そうですね。なんだろう、ちょっと待って、感じさせてください。あ、引っかかった。いかん、今のは。いい？普通に当たりやすいよ。捨てるよ。捨てるみたいなんだろう、ジャイロにも邪魔してない。なんだろうね。な。もう一個あってあれ、ガリガリ君のとこちょっと待ってくださいね。これを感じて。やっぱ振動が少なくなったっていうことは、多分変なジャイロの微調整ももちろん減ってるんで、何がやりやすいっていうよりも、なんか自分がこうステアリングを動かした通りの車が反応、多分見てると分かんないと思うんですよ。これ操作しないと分からんと思うんですけど、実際そう動かしてる、動かそうと思った動きをしてるのか、それとも実際ジャイロが操作してる動きなのかっていうのは大きく変わるところかなと。だけどそこだけが今撮ってもらってる動画に映らないんでもったいないなとは思うんですけど、振動が少なくなった分、その操作してたらそこを感じるということですね。感じます。こんな感じですね。このLP パタンって感じですけど、このパタンっていうこれを外に倒したいとき、一回こう内側にこうやっぱ大事なステアリング周りだけですね。ここが狙ったところでちゃんとこう向きを変えれる、姿勢を作れる。と思います。この辺の大成功ですか。大成功ですね。いや大成功にしかならんと思ったんですけど、立ち上がってくる時とかはかなりこれ微妙なところと思うんですよ。ここいわゆるちょっと最終コーナー行きますんで、例えばここで立ち上がってくる時に、ここでずっとリアをこう外にじわじわこう戻さん時とか、ここがいわゆるステアリングの機構にガタがあったら、そのガタのせいで姿勢が戻ると思うんですよ。この自分でステアリングを切ってぐーっとギリギリなところで行きたいところなのにガタのせいで戻るっていうところ、ここですね。ここの特に LP とかそこがスムーズになったっていうことですか。はい、姿勢を保つところがスムーズよりできるようになったっていう、こういうところですね。なんかずーっと遠心力をこうとどめとかなんとき、そ
フロントがかっちりしとるんで、こういうところで、ああちょっと今のはだったりとか、なんか言いたいことわかるかなと思うんですけど、ん向こう倒れてきて一応パパってまっすぐこのこう切るときに、こう切るときにこうパパって戻ると思うんですよ。そこは多分このガチャがあったら、そこってやっぱなかなかそこを読むって難しいと思うんですよ。だけどやっぱしっかりがっちり作ってあげて、もう邪魔しない、いわゆるそのロールステアもその一つと思うんですよ。自分がそうしたいのに違うようにステアリングが切られるんで、やっぱそこはがっちり組んどって、自分でそこはコントロールしていく。でもうちょっとこうフロント戻りそうだけんが、もう内側に入れてやるとか、そこの微調整のところが多分できるようになると思います。だけどやっぱガタは少なくするべきじゃないかなと。でもガチガチにすると負担もくるし、それが長続きする、もちろん使っていくと傷は増えるんで、ガタは絶対大きくなるんですけど、ガタの増え方が少なくなるんで大成功、かつ耐久性もいいけんですね、耐久性は今の動画ではちょっと分からんけんがあれですけど大成功ですよ。でも P タイルでめっちゃ出るんじゃないかなと思うのはマスダンパーはフロントが重くなってるじゃないですか。この前、2回目の、ケースタイ行った時に、フロントが重くなった状態だったんですよ、2回目。そのフロントの、重量が重くなったのはこのアスファルト以上に感じたところだったんで、だからこそだってフロントってもう駆動がないんで、やっぱ重量ってかなり重要じゃないですか。リアはこの食わせ方とかで滑らせもできるし、コントロールができると思うんですけど、フロントってもう向こうブレーキングで乗せるかとかしたらできないので、頭の重さというか、重要かなと思いますね。それがマスダンパーで、しかも重量の位置であったりとか重量の量を増やしてあげれば、その振動も消せるし、それで乗せたいところに乗るならめっちゃいいんじゃないかな。その VM ピストンとかがあるところをこいつがやってくれてるんじゃないかなと。その微振動を消すみたいな。でもタイヤは弾いてますよね、路面を。タイヤはそうなんですよ、ボディに伝わってないんですよ。そうそれだけなのでまたちょっと違う意味が違うのかな。でもボディも揺れてないというところもメリットありますよね。操作が安定するっていう。安定するし、ボディが結局揺れてるっていうことは、その揺れって戻ってくるんで、それがまたタイヤに伝わってくるんで、一旦ボディの揺れを消せるっていうことはメリット。だからやっぱマスダンパーをつけてると動画で撮ってて、フロントタイヤがめっちゃ動いてるのが分かるんですよ。つけてない、あるいは固定してる時はボディとホイールが同じ動きをしてる、でマスダンパーつけるとホイールだけがボディよりも動いてたりするシーンがあるから、間違いなくそのボディを抑えるっていうのには効いてるのかなっていう感じはしますね。なるほど。あとはつける位置を今度ちょっとボディにつけたりとかですね、してみてもいいかな。そうですね。さあ最後の締めをじゃあお願いします。締め、走りでってことですかね。どっちでもいいですよ。もう隊長のセンスに任せます。いやマジか。やばいやばい、そういうやつ耐久テスト。いや違う耐久テストじゃなかった。締めはかっこいいって走りと思ったらやったっす。やばい、さすがセンスがありますね。やっぱり踏みながら行きたいというところですじゃあテイク2で。テイク2ダメだ、待て、テイク2で今日の締めはで締めはですねお願いしていいですか待ってるんですけどさっきから、締めは言葉でいきますと、その LP 製品化されたんですけど、多分これが全部 100% 正解ではない、と思うんですよね。走らせられるコースであったりとか、その路面ミューであったりとか、なのでそこは自分で、工夫していいと思うし、もっといい案があればそれを教えてほしいなと思うしですね、自分もとその
ホームセンター行ったことない人が今回これでホームセンターに行ってラジコンをこういじる楽しさが分かって、ラジコンやってる人でホームセンター行ったことない人いないでしょ。あ、そうですかね。じゃあならこの動画なんちゃってなるかもしれないですね。知ってるわって多分っていう感じですけど、ハトメ知らんのかいみたいな。止め知らないです。で締めは、はいまあ、直に続くんですけど、うん次はこれオイル抜け取るんで、オイルダンパーを組んでみたら、真ん中にある1個のやつですね。はい。もう一回ちゃんとしてみたら、フロントのまた揺れと、リアの揺れ、どう変わるのか、これをやってみますので、はい。すいません今日ははいありがとうございました。ありがとうございましダンパーを変えました。はい。オイル抜けたままだったので、た。はい。なのでまあ普通の標準の組み方と変わりません。これ落ちてたダンパーを1個拾ってきてつけたわけですね。まあなんか少し走ったんですけど、うん。なんか何が変わったって一番感じたのは、んリアのトラクションが上がったっていう。あ、そういうことですね。そうですね。まあそこは考えなんですけど、リアのトラクションがとりあえず上がったっていうところです。他はまあ多分リアのトラクションが明らかに暴れなくなったんでしょうね、車体が。ずっとついてるんですかね、地面にですね。ついてる時間、弾かれてる時間が少なくなったのかもですね。あ、でもなんか操作性ももちろん上がった気もしますね、そのおかげで。まあ、真ん中ぐらいでたわむんでしょうからね、車が。そうですね。はい。それをしっとりしてくれるから、ダンパーはオイルをちゃんと入れて、だから路面が綺麗なところだとここまでの差は感じれないのかもしれないですね。そう、もったいない。今のは路面に弾かれたというやつですね。めちゃくちゃなんか操作性も良くなりましたよ。走りがっていうか見た感じのこのなんて言うんでしょ車がですか？うね、落ち着いて落ち着いた感じがしますね。マスダンパーが300いくらですか？360ですね。全部で、まあでもオイル入れとるっていうのはもちろん普通に組んどるだけっていう、まあオイルがなかったら最初ずっと走ってたのはオイルが入ってない状態だった。皆さん入ってると思う。そうですね。ハトメのセットがあれいくらだろうな、あれも何百円だと思うんですけどね。ワンコインでできるレベル。あとは腕ですかね。腕ですね。これは来週の計算も楽しみですね。来週はイニシャル O がボディまで作って待ち構えてるらしいんで、落ち着いたと思いますよ。電池なくなった。ちょうどよかった。おお、これフルアクセルっす今。どんぐらいですかね。これ見てください。今全部握ってますよ。一定の速度。すごい。右に踏み一歩。コントロールはできるんですか、スピードこの中で。これずっと押すとこれ多分バッテリー電圧がもうこれ以上落ちるようになってるんでしょう。なるほど。でも落としていきますよ。バックの方が速く急に落ちる。バックの方が速くないですか？一緒か。
僕もこれも一緒。変な動き。これじゃアンダー出せるんですね。パッてきてもパッてきても全部入る。この速度じゃなんか限界に達してないってことです。なるほど。ってきてもってきても。ということではい。ありがとうございました。今日も結構な時間ありがとうございました。バイバーイ。かわいいかわいい。